ガーデンリメイクということで、土地が広くて不便喫してる部分をリメイクしてもらいたい。大雨降ると水が溜まってしまうと動かないように修正していきたい。階段を作っていかないと使い勝手がお客さんのやった形を生かした形でちょっと変化させるガーデニングを楽しんでもらえる方向にしていきたいなと思ってます。おはようございます。金井良一です。今回もガーデンリメイクということで、群馬県に参りました。お客さん自体、いろいろ YouTube のファンで動画を見て同じような形でやってもらいたいというご依頼がありまして、それで参りました。はい。ですから結構私の色合いっていうのは心得てもらっておりますもんで、自分でお花をいじったりでレンガを引いたりいろいろとやってる状態のお宅なんですけども、ちょっと解決できない部分とか生活に多少ちょっと不便きしてる部分をリメイクしてもらいたいというお話がありまして、結構土地が広くて広大なちょっと意識なんですけども、駐車場とあと中庭の部分をいかに変えていくかという感じですね。はい。じゃあ自分たちでやってはいるけど不便なところが多い。そうですね。いろいろと自分たちでやってても、私から見たらもうプラスアルファをやったのはいいような部分がありますから、そうなるとやっぱり奥様一人でなかなか難しい仕事になりますから、それに対してできるだけお助け、今後奥様がやりやすいような部分は作っていこうかなと思ってます。じゃあ始めますからよろしくお願いいたします。じゃあ現場はこちらです。こういう今で間口がこのぐらいで車道がこんだけなんで、どうしても車が入りにくいという部分でこの間口を広げます。これを2メーターぐらいずらす。そうすれば気持ちよく。それは車道が狭いから入りづらいと、曲がりづらいと。どうしても車道が狭いんで、こちらの土地にこういう感じで入らないと入りきれない。で、雨降った時にどうしてもぬかっちゃってバっちゃって入らざるを得ない。大きな問題が道路より家の方が下がっておる。家自体はああいう階段で上がってますけど、ですから今の気候で大雨降ると水が溜まってしまうという問題があって、ほとんど建物は浸透式になってますから、余計にちょっと水が雨どいから流れてじゃあ建物からの水もこちらに溜まってしまう。んで、また溜まる原因がやっぱりここアプローチのとこだけアスファルト打ってあるんで、どうしても溜まってしまうと。
で一番やっぱりそこでここに小さな排水設けて、まあこれ向こうの畑につながってるんですけど、まあここで溜まったのが徐々にまあちょっとこれ自体が小さいっていうのもあるんですけど、まあこういう現状です。結構排水に大きな問題が。そうですね。だから水はけの問題、今降り方が半端じゃないんで、一応このマス自体は大きくはします。まあアスファルト打ってあるところは水溜まっても別に車のあれになりますけど、どうしてもこっちが採石打ってあっても少しはぬかってしまうと。ですからここに置いてコンクリート舗装をすると。でそのする方法として一面的に一発で打つっていうことになると排水勾配がなかなかで、それじゃあその排水どこにっつうことになると、こっちの本邸の方をやったやつをまた管を通さなきゃいけないということなんで、お客様の方はYouTube で前やりました大きな平板を引くという意味合いであれば、その間に目地が作れて浸透させるという方法を取れば、ここの土地には適した施工方法かなということで、大きな平板を据えるような感じでここ全体を、こっからもうここまでですね、ここまで全部その方式で、最初はやっぱし全部打つ形で、まあ他の業者さんで提案してあったみたいなんですけども、私の考えだとそれはちょっとなかなか大変かなと。この駐車場200平米あるんで、だからやっぱりその水はけの問題、勾配の関係考えたら目地の間浸透させるという、ちょっと多少の段差があっても、まあ車の行き来ぐらいだったら全然不調ないんで、そういう方式の方がいいかなということで、水たまりができないような感じで平板方式の舗装つ、まあたまっても浸透するという感じですよね。でこっちです。これが業者さんがやった、これは作ったらしいんですけど、でそれ以前にこういう形で奥様自分で立ち水栓とかちょっと化粧したり、まあこれもちょっと立ち水栓を変えたりはしていきます。で一応やっぱし土決めだけなんで、まあできればこの辺も少し動かないように修正していきたいと思っております。でこの一角は作物なんかの集積場にしてたスペースらしいんですよ。いろんなそういう肥料とかそういうのを攪拌したり、だから下はこうやってコンクリート打ってあるんですけど、まあここもスペースを活用したいということでパーゴラ風のものを作って、ここで憩いができる空間を作りたいなと思っております。そうすると外から見た時になんか建物との配置バランス的にいいかなと思って、結構大きなものができるかなと思っております。でこういうやっぱりほら好きなんで、いろいろと花壇とかいろいろ、ここもそうですね。でこっちが今アーチを作って、ここはどうしても今度は今からこう出てきて、家族でここでプライベート的な空間にしたいということで、奥様がこう一応
草が入るんで防草シート貼ってこういう草花を楽しんで、中間にこのような平板を置いてお茶を飲むんです。やっぱりこんだけの段差、450ぐらいの段差があって、今から降りてというなんか使い勝手が非常に、今こういうものを置いて乗るようにしてますけども、ここはもうやっぱり解決はここからスムーズに降りられるものをして、ちょうどこのようなコンクリート平板、こういう土留めのような形で一応使ってたんだと思います。ここでこれを利用した形で階段、ここから階段を作っていかないと使い勝手がどうかなとは思ってます。この辺ぐらいまでステップで考えてます。でご希望はここにバーベキューとシンクで、ここでみんな集いたいということなんで。それもじゃあ YouTube 見られてってことですか？そうですね、これもその要望的に YouTube 見ていただいて、そういうセット、そういう一つのものがあればいいなというご希望がありましたから、この辺ここから立ち上がって水道があるんで、これを利用した形でこっちに一応シンクを作って、ここに辺にバーベキュー設けたいと思ってます。それで平板でしたら、シンクとかバーベキューの底とかいろいろ使えますから、それを活用した形でここに作っていこうかなと思ってます。でこの空間はこのまま生かしまして、草花との縁切りが縁石を設けまして、でこれをやっぱり置いただけなんで据え直しして、であとはこちらの方はみんなが自由にできる広々とした空間にしたいと思ってます。できるだけお客さんのやった形を生かした形で、それをちょっと変化させるという形で、大きな動きはあまり考えてないんです。ですからやっぱし我々が完璧に全部図面描いて完成、それが完成という形じゃなくして、非常に使い勝手が悪いとこを我々が直して、デザイン的に合った形で直していく。それと同時にお客様がガーデニングを楽しんでもらえる方向に持っていく作り方をしていきたいなと思ってます。お客様自体好きで、このような自分たちで想像を生かして作って自分なりにできる技術でこうやってる系なんで、我々はそこでより一層お客さんが想像をかきたてることができるような、手助けができるような部分を我々がやっていけばいいのかなと思ってるんですよね。だからその全部を完成するっていうよりも、その部分、大きな部分をやることによって奥様がそこに付け足していって作り上げていくという空間になればいいかなとは思ってます。はい。であとお孫さんと、一緒に今度はお住まいになるっていうようなことも話聞いておりますから、ですから余計にちょっと使いやすい部分っていうのはやっぱりしていかなきゃいけないんで、だからそういうことを含んだ形で空間の中にお孫
山さんも含め味のやつを入れていこうかなとは思ってますけど、楽しんでいただければいいかなとは思っております。まず最初に、やはり駐車場の方から取り掛かりたいと思っております。ですからとりあえず枠を作って置いてみて展開しようかなとは思ってます。